どうも、あつしです。ところで、ゆうそ先生、はいはい。グランドスラム東京見ました？ちょっとだけ。ちょっとだけね。ちょっとだけ。グランドスラム見てないの？ 66 キロ級。見てないです。寝てたっす。ゆうそ先生、全然柔道に興味ないの。そんなことはないです。そんなことない。はい。グランドスラム東京って、日本の世界選手権の代表を決める結構大事な試合なんだよね。知ってる？世界ランク決まるのは世界ランクはなんか決まるのは知ってます。今年の世界選手権で優勝して、でグランドスラム東京でまた優勝すると、次の年の世界選手権の代表が決まるんだ。次の年でその 66kg 級で今年の世界選手権で優勝したのが竹岡選手で、阿部一二三選手が負けちゃったんだよね、3位で。はいはいはい。だから阿部一二三選手は竹岡選手がグランドスラム東京で優勝すると、はいはい。もうそこで代表が決まっちゃうから、結構結構阻止しないといけない大会で、それを見てないで直接対決があって、結果的には阿部一二三選手が優勝したんだけど、結構大変な試合だったのを見てないと。インスタのストーリーで結果流れてきて、優勝したんだくらい。だから結構きつい試合だったんだけど、その阿部一二三選手と竹岡選手の前も逆転でギリギリ勝ったっていうのも全然知らないの。全然知らない。これ知らない。韓国の選手とやってて技ありを取られちゃって、残り10何秒で取られちゃったんだっけね。絶対絶命、もうほぼほぼ残り十数秒しかない中で最後ギリギリ技あり取り返して、そこから抑え込みで勝ったっていうんだけど、その劇的な話を見てない。見てないな。じゃあ今日はそこの阿部選手のその最後のあれは巴投げになるのか浮き技かになるのかちょっと微妙なんだけど、そのところについて解説をするということで、ちょっと最初の前振りが長くなっちゃいましたけど、今日はそれについて解説をします。はい、お願いします。技あり取られました。で待てになって、でその後に阿部選手が、相手はもう逃げ切れば勝ちだからね、十何秒。だからちょっと腰を引いて距離を取るっていうかね、姿勢でいたのを阿部選手が抱きつきに行くような感じで、こういう感じかな。ここで、捨て身技みたいな感じで、こういう感じで勝ったと。ギリギリこれで技あり取って、その後抑え込んで勝ったっていう技だったんだけど、何が起こってたっていうか、相手が当然逃げてるので、ここから技あり取らないといけない時に、このベアハグみたいな感じで、多分これね、その技を最後かけに行こうとしてたと思うんだけど、相手が当然距離取ってるから、ここから後ろに技をかけに行こうとしても多分足が遠いから、腕を上からでこっちは脇の下からこう掴んで、でここから巴投げなのか浮き技なのか横掛けなのかちょっと分かんないんだけど、こういう感じで投げて取った。だからこれはもう最初のこの手の掴み方で、もうこちら側に相手をこうひねり倒して投げるっていうことを考えてないとこういう組み手にならないから、多分こういうふうに投げるのを狙ってたんじゃないのかなと。最後一撃ね、それが運よくというか、狙い通りかかったっていう感じで、これもだからものすごくこう相手はすごく腰引いてる状態で近づいたら投げられちゃうから、ここで最後多分ね、足をねここかけながら横掛けか浮き技みたいな感じにして投げようってしてたと思うんだけど、こういう風な感じで最後この手を回して相手を結果的に倒すんだけど、これも、回すためには相手の腕の上から抱えるのと、こちら脇の下から抱えてた方が相手の体をぐっと回しやすいので、だからこれを最後ギリギリ取ったっていう。ここから相手がものすごく腰を引いてた状態からぐっとこう取りに行って、でここで相手がさらに距離取ろうとしてたところをこういう投げたっていう。だからこれが巴投げになるのか浮き技になるのか横掛けになるのかはちょっと分かんないんだけど、足は確かにこの足のももの付け根ぐらいにちょうど当たってたんだけど、多分足こう引っ掛けてこう投げようかなってしてたのをたまたまこっちになっちゃったのかなっていう感じで投げたという技を見てないという。見てないです。起死回生みたいな感じですね。起死回生です。これがなかったら、だから多分竹岡選手が優勝してたんじゃないかな、多分分かんないけど、
だけどやっぱり残り十何秒でもね、諦めずになんとかしようっていう、多分想定してなんかいろんな練習はしてたと思うんだけどね、相手がこういうしてたら最後何かけるかっていうかね、最後ギリギリなんかこうポイントを取りに行く技っていうのは多分あったと思うんだけど、今日の技の解説をしようと思ったんだけどこちらとしては「あの技ですね」みたいな入り方がしたかったんだけど、そうじゃなかったと。僕が悪いです。いやいやいや。だからまあね、最後たまたまかもしれないんだけど、残り十何秒でも諦めずに何か技をかけるのもそうですし、そうなった時にかける技っていうんですかね、相手の状況によって最後こう捨て身技みたいにかけた方がいいのか、それこそまあベアハグねみたいな抱きかかえながら後ろに倒した方がいいのか、何かこういう状況によって何かを最後かけるっていう、もしもかからなくても何かこうねやることがあるとそれに一個集中できて、もちろん勝てるチャンスがある。もう諦めちゃったらあの時にねこうかけに行こうとしなければ、ね、投げることもできないし、そこで試合終了なんだけども、やっぱり最後まで勝つとかっていうのをちゃんと信じてかけに行っていた結果がああいう風になったと思うの。試合に出る人っていうのは最後の最後までどうなるかわからないし、逆にこう負けちゃった方もあそこでしっかりと対処しててれば全然防げる技だったので、あれも、距離取るためにね腰引いちゃうっていうのも一つの差だし、向こうの選手もその場で止まって技を防ごうとしてたから、あれ別に後ろ下がったりとかこう距離取って離れてても指導1個ぐらいだったらすぐね試合終了だから、そういうところもね逃げ切る方もこう状況に応じて逃げ切る、あんまり、日本的に言うと最後まで戦う方がね、スポーツマンシップっていうふうに言われるけど、やっぱ勝ちにねああいうトップの人たちのは勝たないと評価ができないから、もうあれで負けちゃって終わりでしょ、ね、それで勝ってたらまた別の評価になってたね、多分下がってたりしてもね、だから、両方とも勝とうとしている人っていうのは最後まで気を抜かずに、阿部選手が最後取ってたら多分そういうふうにもう距離取ってっていうか、ちゃんとさばいて試合を終わらせるっていうことになってたと思うので、なかなか見てる方も面白い試合でしたし、やっぱこう一流の選手とかトップの選手っていうのはそういうことを考えてねしっかりとやってるのかなっていうのを今日は解説をしました。ありがとうございます。今回はその阿部選手の最後の技、起死回生の捨て身技に関しての解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。もう絶対絶命のチャンスでか、いや今回の動画が参考になった今回はその阿部選手の最後の技、最後の技というかこうなんていうんだ。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。